講演依頼 .com 新聞土です。今日は、ヒューマンギルドの代表の、岩井俊則さんに入っていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。岩井さんはアドラー心理学の研究も、されていらっしゃるというところで、すごく長くですね、ご活躍をしていただいていると思いますが、簡単に岩井さんの方から自己紹介をお願いできればと思います。はい。そしたらですね、ここで画面共有してよろしいでしょうか。私、岩井俊則は、5つの特徴があります。一つはですね、講演研修を含めて受講者数が20万人以上超えています。22万人ぐらいいるんですよ。で、47都道府県全部を講演研修で訪問しています。観光旅行ではなくてね、講演研修で。私、中小企業診断士でもありますので、経営のことは51年の歴史の中でよく知っております。企業にも勤めておりました。もう一つ、アドラー心理学カウンセリング指導者ということで、人間心理の細かいあやについても分かるコンサルタントでもあります。そして本を66冊書いております。65歳から、私今75なんですけどね、ただ体力は若いです。65歳から40冊以上書いてるんですね。ですから、生涯現役、生涯貢献をモットーにしてやっております。5つ目、アドラー心理学というきちっとした心理学の裏付けがある理論に基づく実践者でありますので、大抵のことについては動じることがないくらいの理論的基礎があるというふうなことを申し上げていいと思うんですね。で、私自身は栃木県の生まれであって、早稲田の小学部を出て、中小企業診断士を社会人になってすぐ取って、そしてトヨタ、デンソー、三井物産がアメリカンゼネラルエレクトリックというのと合弁で作っている会社に13年いました。総合企画室課長、人事課長、営業課長、それぞれ歴任しております。で、営業課長が一番最初でした。で、総合企画室の課長は6年半経験しております。事業計画立案等にも従事しております。で、その他、ここに書いた通りで、大学でも教えていたことがあります。今でも早稲田大学エクセンションセンターの講師でもあります。本についてはこんなふうなことでたくさん書いていて、特にですね、経営者を育てるアドラーの教えという知識出版社が出てる本があるんですけど、これは WBC ジャパンを率いた栗山さんの愛読書でもあります。そしてみんな違う、それでもチームで仕事をするために大切なこと、そして人を育てるアドラー心理学、こんなものも書いているというところで自己紹介を終えます。ありがとうございます。自己紹介の方もパワーポイントもしてたのでね、わかりやすくしていただきましてありがとうございます。本も66冊ですね。66冊書いてますね。私もこちらの本をですね、ありがとうございます。出されたこちらの本のきっかけをちなみにお伺いしてもよろしいですかね。Discover21 は超入門アドラー心理学という本を出していたんですよ。その Discover21 からよく知ってる編集者がいましてね。で、その方が、やっぱり組織に使えるアドラー心理学書かないかというご提案をいただいて、組織をどう活性化するか。そういう本として、去年の7月に出したのがその本なんですね。読ませていただきまして、実践的な、ものすごく私も参考にさせていただいているというところですが、例えば目標の立て方についてどういうことを書かれているかお伺いしてもよろしいですか？はい。目標はですね、まず私ね、目標と目的というのを分けていて、やっぱり目的、パーパスね。今、パーパス経営って言葉が非常に流行ってますけども、やっぱりパーパス、何のためにというふうな目指す的から始まって、それが目標、いわゆるゴールですよね。目指すしるべ、そちらに入って、しかも具体的でなければ目標とは言えない。目標というのは、まず具体的の具、他は達成可能、意は意欲的、手は定量的に測れる、気は期限付き。こんなふうなことを、具体的に網羅しながら、その本も読みながら理解できるような、そういう編成になっております。ありがとうございます。具体的っていうところすごくね、これをやればいいんだって、本当にわかりやすいなっていうふうに思う。具体的っていうのは岩井さんが思いついて作られたんですか？これね、結構使ってる人いるんですよ。ただ、そこに入れる言葉は違ったりしてますけども、英語だとね、スマートという形でスペシフィックから始まって、そんな風なことを使ってる人もいますけども、英語のスマートよりは具体的のがピンときやすいんじゃないかというふうなことで使っております。
りがとうございます。具体的、達成可能、意欲的、ね定量的、期はい。限付きはい。っていう、本当に高すぎる目標を立てるとか、そういうところっていうよりは、達成可能であって、そういった具体的な話ももちろんありますし、ええいろんな、その時々のですね、リーダーの方だったりとか、マネジメントされてらっしゃる、経営者の方だっていうところが、振り返って学びができるような、お話、たくさん入っていらっしゃるかなと思いますのはい。で、一方ですね、本も66冊出されはい。ている。講演研修、47はい。都道府県全部はい。網羅されていらっしゃるとはい。いう。オンライン講演もよくやっていらっしゃると思うんですけど、はい。はい。ここで岩井さんがすごく大切にされていらっしゃることっていうところをおはい。伺いしてよろしいですか？はい。私はですね、そのオンライン講演も含めてですね、お伝えしたいこととしては、研修も含まれますけども、よくあるのは、話を聞いて、これ、会社に帰ってね、あいつにこう使おうとか、そういう人結構多いんですけども、それはそれでいいかもしれないけども、その家庭生活においてはどうなのか、個人生活どうなのか、そういう、私は三脚構造、職場、家庭、個人、それぞれが元気になるような秘訣を提供したい。これが、私が何としても、お伝えしたいことなんですよ。特にですね、研修は持続しなければ研修とは言えない。これ強く感じていて、で、そのためにはですね、生活の場である職場と家庭、個人生活、そしてさらには、研修の文化と組織や家庭の文化とは適度のギャップがあること。これ、詳しく言いますね、後でね。で、研修を受けた人が、研修で学んだこと、日常生活に活かせようと試みることができる。そういう仕組みがあること。そしてさらにはその文化ね。文化の点で、ある程度違いがあって、それをギャップを埋めようとする努力に入ること。これも重要だと思うんですね。そして、そのモチベーションとして日常生活に活かせるというふうなことで、特に分かりにくいのは2番だと思うんだけども、よくあるのは、その研修の文化と適用先の文化、それがあまり変わらない。そうすると、ああ、分かった。何のモチベーションも湧かない。もう一つ違いすぎるとどうかというと、異質すぎて、これはね、話だけだと、こうなってしまいます。だけど、もう一つね、ある程度ギャップはあるけど、重なるものがある。これが私の狙いなんですね。適度のギャップがモチベーションを高めることになるんじゃないか。私は、あえてね、あえて、皆さんの考えていることと、いや、違うんだよ。こういうこともあるんだよという新しい世界をお見せしたいなというふうなことを強いモットーとしております。ありがとうございます。いや、本当にああやって出していただくと本当にわかりやすいですね。そういうモットーにしてらっしゃるのはもう長年、もう長年ですね。講演をし始めたのが、ええ今から何年前ぐらいになるの？私、研修に従事したサラリーマンの時も人事課長やってましたので、研修はやってましたけども、1983年からなんと40年講師やってますね。会社作ったの1985年です。そこからもう講演もも研修う、もだって、長く。アドラー心理学は、いわゆる組織の理論から始まったんじゃなく、やっぱり個人生活、家庭生活、職場生活、それぞれね、具体的な、自分の属する共同体にとって自分の居場所を作る。そして、信頼感でつながっている。貢献する。そういうことをモットーにしている心理学なので、当たり前のことのように私は、職場、家庭、個人生活というふうな三本柱の融合を図ろうとしています。ありがとうございます。岩井さんの講演会とかオンライン研修、オンライン講演ですね、はい、楽しみにしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そういった方に向けてですね、後押しのコメントいただければと思います。はい、わかりました。私ね、そもそも、勇気の伝道師というの自分名乗ってるんですけども、訳は何かというとですね、失われた30年ということが言われますよね。で、自殺者数も多かった。3万人超えてた時期が12年もあるんですよ。で、そういうのを見るにつけ、そのディプレッションという言葉を調べてみると、2つの意味で使われてましてね。で、1つは、その、うつ状態、うつ病の精神医学用語。これがディプレッションである。そしてもう1つ、ディプレッションというのは不景気、不況という経済用語でもあります。同じディプレッションが精神学用語としても経済用語としても使われている。で、日本はまさにディプレッションだ。で、今でもそうだと思うんです。私は有機欠乏症という言い方をしていて、この勇気というものを授けないと。
むしろ逆にね、勇気をくじくようなことがあると、日本はもう本当にね、この勇気という点でますます沈没していくんじゃないか。こういうふうなことで、私はその研修においては、勇気づけ、勇気を与えることを何よりも重視していて、で、そのためにですね、私はその協力的な組織構築をしようということで、もう卒業してくださいというのがあるんですけど、それは昭和の遺物として、今よく恐れのある組織、恐れのない組織という、心理的安全性のこと言われますけども、恐れを作り出す組織は大体恐怖によるモチベーションなんですよ。でこの恐怖を与えると戦うか逃げるか凍りつくか。だけどね、未だにやってる人がいる。で私はその恐怖に代わるベースにリスペクト。人はそれぞれ違う。だけども、かけがえのない存在であることを、尊敬という言葉、私はリスペクトを使いたいんですけども、それをベースとしながら相手に共感し、信頼でつながり、そしてそれぞれの持ち味を目的、目標に向かって出して協力し合う。こういうその組織風土を作るということが重要であり、それが実現すれば、本当に令和、ビューティフルハーモニーですね。令和の時代にふさわしい心理的安全性をもとに、共生社会、多様性にも十分耐えうるような組織風土ができるんじゃないか。そんなふうなことで、勇気づけっていうのは、リスペクト、共感、信頼、協力、こういうものが絡んで実現することだというふうに願っています。ありがとうございます。そしたらぜひですね、岩井さんの講演を皆さん楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。